宗男さん難しいんですよね。だからけどこの数年の修羅場のキーマンになると思ってます。はい、メローニさんそんなにまだ運が悪くないですよ。うまく立ち回りそうな時期ではありますよ。風の時代は修羅の時代ですぞと。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですということで、5月、最初の占いと時事会です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。ということで、なんかいつもと違う。そう。いつも借りてるところじゃなくて、セレーネです。はい。はい、配信前に撮ってます。撮ってます。なので5月6日の配信が遅れたとしたら、これが長引いたと思ってください。はい。はい。これだったなって思ってください。はい。はい。ということでございまして、はい、今日は5月最初の週ということで、お送りできればと思いますので、よろしくお願いいたします。本日収録日が5月6日、問題なければ翌日5月7日、木曜日にアップされていると思います。今週も4つのジャンルでお届けしてまいりましょう。さあ、まずは今週のエンタメ、スポーツでございます。こちら4本ご用意させていただきました。まずは、占いと時事のなんか常連みたいになりつつあるんですけども、田中圭さん、はい、またまたですね、オーストラリアのポーカー国際大会で7位。おー、すごい。賞金約1250万円獲得。すごいね。すごいですね。参加費がですね、約280万円に対してですね、1250万円獲得ということで、ね、いわゆる不倫報道があった中での逆風化でも、ポーカーの腕前をどんどん見せつけているという。運勢的にやっぱりこのぐらいの時期がいいとかなんかあるんですかね？ありますね。本来は去年も4月5月以外はそんなに悪くなかったんですよ。なるほど。で、7月が水のとの羊だったかなっていう感じで、で、今回水の絵の立つで、水と土のコンビネーションみたいなの。で、これが多分彼の金運とか、モテ運とかにも多分関わってるとは思うんだけど、それの時期なんですよ。で、今回それだし、あと木星がね、まだずっと蟹座にいて、ちょうど太陽の上あたり今通過してるし、去年の7月くらいも結構、太陽の近く木星が来てたり、したので、分かりやすいくらい運がいい時期だなと。ただ、年運で言うともうちょっとずつ、そこまでいい状態じゃなくなってくるんですね、これから。なるほど。だから、今年の中の晴れ間みたいな感じが、4月、5月、6月、7月とかだから、頑張ってってほしいですよね。なんか、どうせだったらね、値振りでこんな解約をやったとかなんかそういう感じで見たいですけど。お芝居の方見たいですよね。そうですね。はい。はい。いや、いずれにしましても、すごい活躍ではございますね。はい。応援してます。はい。さあ、そんな中ですね、ちょっと驚きのニュースが入ってまいりました。板野友美さんが、ホリプロ退社独立。元も AKB48 でタレントの板野友美さんが、5月6日、ちょうど今日ですね、19年間所属したホリプロを退社して独立すると発表。昨年迎えた芸能活動20周年を契機に、もう一歩自分で進んでみたいとして決意を綴っていたと。一部のスポーツ紙では、公私ともに親密だった男性マネージャーとの別れも背景にあるんじゃないかみたいなね、ちょっとゴシップっぽいニュースもあるそうなんですけれども、板野友美さん、ここから先どうなのかというところで運勢をお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか？はい、占ってみました。蟹座の人で、田中圭さんと同じく木星が今来ているので、それでこの時期選んだのかなっていう気はしますと。なるほど。はい。全然悪くないし、話題になりそうな時期です。で、今年の中だったら、田中圭さんと同じで、4月、5月、6月、7月あたりがいいので、今年仕掛けるんだったらいいんじゃないかなっていう感じです。ただ、運勢としては、生年月日が合ってるんだったら、もうちょっと先かなと。活躍する時期はね、もうちょっと先かなっていう感じはあるんですけど、今年の中で選ぶんだったらここっていう感じですね。なんか占いとかやってるのかなっていうふうに思いましたけど。なんかお好きなんですかね。もしかしたらねっていう感じで。はい。なるほどね。ぜひいいスタートダッシュ切っていただいてね、その後のご活躍も期待したいところですね。はい。さあ、ご活躍のニュースの後ですけれども、ちょっと今、皆さんがね、ちょっと心配されてらっしゃるかもしれません。バナナマンの日村勇紀さんが現在休養中ということで、ラジオの代役にハリセンボン、近藤春菜さんが出演されたことが、ニュースになっております。4月の28日からですね、事務所の方からも発表されまして、活動現在休止中ということでございまして、5月1日深夜の TBS ラジオ、ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドでは、ハリセンボンの近藤春菜さんが代役、相方の設楽統さんとの掛け合いで番組を成立させたというところが話題になっております。現在長期休養とも報じられておりまして、復帰の時期は未定ということなんですが、ちょっとどんな感じなのかなというところ、運勢伺いたいんですが、日村さんどうでしょうかね。ライブとかの
ビデオとか、ツタヤで借りて見てたので、まあ好きなんですよ。ビデオだったからね。ビデオでしたね。そう。VHS でしたから、当時。懐かしい。ラーメンズとかね、バナナマンとか見てる大学生だったので、そう、もうね、あんなに売れちゃってみたいに思ってたんですけど、大変ですね。で、木の富で、これ、木の富、去年あたりからなんかあったんじゃないかなっていう気はしますと。田中圭さんとちょっと似てるんですよ。木の人多いね、なんかね。で、話題にもなりやすい時期ではあって、これはどうなんだ、今50代だよね。53歳ですね。そうだよね。ちょうど大運の真ん中あたりか。っていうことで、体とかに出そうかなっていうのと、一番人生の中でもきつい大運で、年はだから去年まではなんとかなりそうな感じだった。ですけど、結構今年からは大変だなっていう、体にいろいろ出そうだなっていう感じではありますと。なるほどね。今まだね、これでも多分それなりにいい時期なんじゃないかなとは思うけどね。これでもか。まあなるほどね。お体がね、何よりね、資本のお仕事ですからね。そうですね。どこが悪いの？まあ一応体調不良ということなんですよね。具体的にこれというようなお話はちょっと、わかんないけど、天王星がもしかしたら月に乗っかるかもしれないんですよ。で、太陽にもしばらく乗ってて、まあなんか今だよね。だからちょっと今しんどそうだなっていうのは正直感じました。手術とかするのかな？今のところは手術というか、お医者さんからは長期療養、そのお休みが必要ですよっていうふうにそうだね、言われたということらしいので、まあよく休んでほしいなとは思いました。そこでちょっとね、代役で春菜さん見ようか。春菜さんも本当ね、ずっとご活躍されてますけどね、設楽さんとの掛け合いが非常に話題になったみたいなことらしいんですけども、春菜さんもそっか、そうだよね。俺とそんなに年齢離れてないから40代だよね。43歳ですね。若手って言われてたよね、昔はね。昔はそうですね。若手女性お笑い芸人っていう。いやまあ金運いいんじゃないでしょうかという感じですね。そんなにあんまり変わらないというか、若い時と同じ感じで、芸能っていう感じの時期じゃないですかね、すごく。まあ全然稼げる時期ですよ、まだ。よかったよかった。まあね、そういった方がサポートに入るっていうのもね、きっと何かのいいことだと思いますので、春菜さんがね、代役入りましたけども、ぜひともね、設楽さんとのまだバナナマンの掛け合いまた見たいところでございますからね。そうだね。今年春菜さん、夏以降どんどん伸びていくんじゃないかなっていう気はします。そういう意味ではちょっと春菜さんも本当に注目ですね。そうですね。ということでございまして、そんな、休養中というニュースを挟んでの最後なんですけれども、引退というニュースでございます。テニスの錦織圭選手が今季限りでの現役引退発表でございます。はい、5月1日、SNS で今季限りでの現役引退を表明したということでございまして、2014年の全米オープン準優勝、世界ランク最高4位、通算451勝、勝率 72.4%。ビッグ4と互角に渡り合った日本テニス史最高峰の選手がやりきったということで、区切りをつけたということなんですけれども、ここまで本当お疲れ様でしたという。いや、僕好きなんですよ。いや、そうですよね。テニス部だったから、普通にいいよね。どうなんですか、錦織選手、ここから先と言いますか。スポーツ選手っぽい配置なんですよね。なるほど。すごくスポーツしていたところかなっていう感じで、けど活躍はしそうですよ。この人活躍してたのって20代後半から30代前半が多分そういう時期じゃなかったかな。そうですよね。大体10年前とか。テレビでもやっぱりお見かけすることが多くなった。だから、これからメディア露出とか目立つような感じになっていくとは僕は思いますと。なるほどね。確かに引退されてからもね、いろいろご活躍できそうなところではありますよね。37くらいから体運が変わるので、今そのくらいでしょ？今36歳ですから。だから、なんかあちこちで見るなっていう感じになりそうな気はしますけどね。ここからはね、テニスでのご活躍からまた新たなステージで注目されるようになるのかもしれませんね。というわけでございまして、今週のエンタメスポーツ4本、こんなところでございました。ありがとうございます。さあ続きましては今週の政治経済でございます。政治経済、大体5本ぐらいですかね、ご用意させていただいております。政治経済、皆さんやっぱり気になるところだと思いますけれども、まず1本目が円急騰でございます。一時155円台、そしてそこに5兆円規模の介入観測というお話が出ております。4月30日に円相場が一時155円台まで急進し、政府日銀が1年9ヶ月ぶり約5兆円規模の円買い介入を実施した可能性が判明しております。中東情勢に伴う原油高が円安の圧力を増幅させているということでございまして、ブルームバーグは IMF 基準に従えば年内は残り2回、この介入ができるのは2回と指摘し、財
務省の動向筋も3営業日連続は1回扱いと IMF 基準を認めており、介入頼みの限界があらわとなる中、日銀の利上げ転換を求める声も強まった。今日もなんか ありましたけどね。そうですね、今日もございましたので。僕結構入ったんかなみたいななんかありましたけど、どうなんですかね。片山大臣は今年空母なんですよ。で、評価分かれそうな時期だなって、スマホ手元に置いといてくださいみたいに言ってたよね。ギリギリまで言うな、みたいな。ある意味丁寧だなと思いましたけど、はい。今年目立つんじゃない、良くも悪くも目立つんじゃないかなと思ってます。本当に数年後に評価される人だと思ってます。なるほどね。まあ実際今は本当厳しい時期ではあるのは間違いないですからね。今年来年はもう修羅場をくぐるんだなっていうふうには思ってます。はい。なるほどね。このね、円の、値動きに、連なるところにありますけれども、フラット35のニュースもございまして、こちら金利が 2.71% という。すごいよね。はい。10年くらい前は0点台もあったっていう感じだったと思うんで、ゼロ金利とかだったからね。多分、コロナになって、この5年くらいで 1% 以上上がったんじゃないかな。ずーっと同じところでいたのが、もう一気にね。そうですね。ここ1年くらいだよね。過去がですね、2017年10月以降、過去最高更新と、ちょっとなかなかね、我々の生活にも本当にストレートに。そうだよね。だから変動で借りてて、不動産屋さんも変動で借りてたら家賃に転嫁してくるでしょ、2年更新のどっかで出てくる人は出てきちゃうよね。そうなっちゃいますよね。多分ね、25% 制限とかなんかあったはずなんで、はい。そうだよね。変動で借りてる人の方が住宅ローン多いらしいんだよ。そうのようですね。だから5年に1回の更新のどっかで25% は覚悟しておいた方がいいかもね。いやー、気が重くなっちゃいますね。本当に皆さんの生活に影響が出ちゃいますからね。そうだよね。そんな中ですね、高市首相もいろいろと動いておりまして、日豪同盟を強化。ということで、エネルギー重要鉱物の経済安保協力で共同宣言。高市首相が5月4日にですね、オーストラリア・キャンベラで、アルバニージーオーストラリア首相と会談、エネルギー重要鉱物のサプライチェーン強化を柱とする経済安保の共同宣言に署名をしました。中国の覇権主義とイラン情勢への対応を念頭に防衛協力も深化。高市首相は、今や準同盟国とも言える関係と位置づけていると。安倍首相のね、追悼ですか、に行ったというようなニュースもございましたけれども、オーストラリアとのね、同盟強化というのが様々なところに影響を及ぼすかなというところではございますけども、じゃあいかがでしょうか。このね、アンソニー・アルバニージさん、はい、占ってみました。はい。ちょっとね、偏ってんだよな。外閣かもしれないなっていう感じの人で。だけど、内閣なのかな。今いくつなんだ ?63 歳。63歳か。かなり偏った人で、外閣になりきれない感じかなとは思いました。で、今年から結構キーマンになりそうな人で、高市さんとは全然価値観とか違うんだけど、逆にお互い違うけど理解が一致するみたいな感じで、相性はいいんじゃないかなと。オーストラリアからのガスがないと日本の電力って正直回んないので、かなりここの連携を強化しなくちゃいけない。だからオーストラリアで足りないものを日本がこう供給してちゃんとエネルギー確保するってやったら、本当にこの夏あたりからいろいろピンチにはなってくると思うんだけど、オーストラリアとの関係はかなり大事になるし、お互い多分それはそうだと思うので、いいんじゃないでしょうかと。はい。なかなかね、やっぱり厳しい国際情勢続いている状態ですからね。そんな中なんですけども、ロシア産の原油が太陽石油の施設に到着、ということで、ニュースが入っております。太陽石油は経産省の要請でサハリン通産原油を調達。もともとね、それは決まってたというか、だから、こっそりやってたところだから。はい。はい。これが5月4日に、愛媛県今治市沖に到着ということで、これはホルムズ海峡封鎖後、日本がロシア産原油が確保した初の事例になったということなんですけども、これちょっと気になるニュースがもう一個ございまして、同じ時期にですね、何かと話題の鈴木宗男議員がモスクワでルデンコ外務次官と会談をしまして、日本側が望めば7月にも日露外相会談に応じる用意があると。モスクワ、宗男さんは入れるからね。入れるんですよね。高市首相入れないから。入れないそうですね。そうなんです。ということらしいんですけども、これどうなんですかね。宗男さん難しいんですよね。だから、けど、過去の道中くらいなんですよ。地中水明とかで言ったら、道で通じないかもしれないけど、占い好きな人も見てると思うから言いました。で、多分、やや未弱じゃないかなと僕は読んでいますと。なるほど。そうじゃないと過去の逮捕とか、それから
活とかっていうのが説明つかないなみたいなのがあるんで、うんで、その観点でいくと、タイ運的には初めていい時期みたいなのが、若い頃以外で初めていい時期っていうのが来るんじゃないかなと。おなるほど。宗男さんが。宗男さんが。宗男さんが。宗男さんにとっていい時期が、今年あたりから来るんじゃないかなと思うので、すごく落ちるか。今年10年サイクル変わるんですよ。で、どうなんだろうね。宗男さんの動きは見といた方がいいと、個人的には思ってますと。なるほどね。まあ、もしかしたら本当に。宗男が活躍することは、っていうことは、みたいに思っとくと、結構キーマンになるような気はしてます。いやー、日本国内においてもかなりいろいろとね、話題に上がる方ではございますからね。もしなんかうまくいかなかったら、まあ、安倍さんだってああなったしなっていう風に解釈すればいいと思います。うわで、今年のこの人の動きはよく見といた方がいいような。はい。この数年の修羅場のキーマンになると思ってます。はい。うわー、目が離せませんね。はい。なるほど。ということでございますけども、政治経済、最後はですね、そんな中でポリエチレンのお話でございますが、ポリエチレン、国内在庫が 1.8 ヶ月分ということで、3月生産から 8.6% 減というニュースが入っております。経産省は4月30日、ナフサ由来のポリエチレン、ポリプロピレンなど、化学製品の国内在庫が需要 1.8 ヶ月分の水準と発表。3月の無機有機化学工業生産は前月比 8.6% 減で中東情勢を受けたナフサ調達難が背景。在庫は2ヶ月分を切っており、樹脂供給逼迫が国内製造業に波及する懸念もあるのではないかと見られております。経産省としては、2ヶ月分、その 1.8 ヶ月分の確保で足りていると言いますか、一応その補えるというような発表はしているそうなんですけども、これどうなんですかね。まあ、国際情勢次第だけど、まだ揉めてるよっていう感じだし、なんだろうな、すごく嫌な言い方をすると、世間にはパニックになってほしくないわけじゃないですか。当然、それはありますね。価格が抑えられてるうちに守ろうとしてる人たちもいて、その人たちが逃げ切ってから多分いろいろ知ることになると思うんですよね。だから、ちゃんとよく考えて、パニックになっちゃいけないですよ。ね、パニックにはなっちゃいけない。よく考えておいた方が僕はいいと思います。はい。なるほど。なかなかもう。民間人なりに知恵を働かせてあがいていった方がいいと思います。なるほど。いやー、果たして本当にどういう風になっていくのかというところでございます。この後の国際情勢でもいろいろ触れていきたいと思いますが。というわけでございまして、今週の日本の政治経済のニュースでございました。さあ続きましては今週の国際情勢でございます。こちら4本。まずは、何においてもトランプ大統領の投稿でございますが、EU とのですね、対立が加速しているなというところでございます。EU 製自動車への関税を 25% に引き上げると表明しました。トランプアメリカ大統領は5月1日、EU が貿易協定を遵守していないとして、EU 製の自動車、トラックへの関税を従来の 15% から 25% に引き上げると表明しております。欧州委員会はあらゆる選択肢を検討と反発し、ドイツ、フランス、イタリアのメーカーへの直撃し、日本車にも価格競争の余波が及ぶ可能性があるということで、ちょっと日本もね、ちょっと安穏と知らないニュース。この EU の対立ですね、これだけではございませんでして、中ドイツアメリカ軍、約5000人削減へと。アメリカの国防総省は同じくこの5月1日にですね、ドイツに駐留しておりますアメリカ軍5000人の撤収計画を発表と。トランプ大統領がイラン戦争をめぐってメルツドイツ首相と対立しておりまして、翌2日には削減はそれ以上になる。そしてイタリアやスペインからも撤収する可能性があると追加で警告をしてきたと。そういうことなんですね。そうだよね。だから、メローニさんとかね、結構、言ってるわけじゃない。そうなんですよね。結構仲良かったんですけれども、ホルムズのことですとかもそうですし、イラン戦争もそうですし、それからあと、強硬批判、こともあって、もうトランプ大統領が、彼女は以前と同じ人間ではない。お前言うって感じだよね。翻訳したところで伝わらないだろうっていう。伝わらない気はしますけど、かなりちょっと、なかなか対立姿勢が鮮明化してるなっていう感じですね。そうだね。メローニさん、そんなにまだ運が悪くないですよ。イタリアメローニ首相。だから、なんとかなっちゃうかなとは思うんだけどっていう、改めてね、見てみてて、今一番反発してるのイタリアとかスペインでしょ？そうですね。やっぱりそのあたりが。みんな知ってるの多分メローニさんだよね。そうですね。高市首相とのね、会談も話題になりましたしね。だからね、高市さんにできないことするっていう感じだよね。確かに。そこに痺れる憧れるっつって。なかなかね。なかなか。すごいなとは思ってます。で、結
構正念場だけどいろいろ水面下で交渉していく時期に、一応ね、この辺が時間じゃないかっていうのがネット上にあって、それで見てます。で、この春くらいから水面下でいろいろ交渉していくだろうと。ね、うまく立ち回りそうな時期ではありますよ。なるほど。今はちょっとこういう風に見えてますけど、うまく立ち回ることができるので時間が合ってるんだったら。なるほど。で、結構うまくやっていきそうな感じには見えるので、本当に参考にした方がいい動きなんじゃないかなと思っていますと。なるほどね。っていうことはっていう感じで考えてください。羨ましいですね。確かにそう伺うとね、なかなかやっぱり、羨ましいなと思って、イタリアいいなって思ってます。国際情勢難しいですからね、現状ね。そう、日本じゃまあ無理だよね。だけど、すごいねっていう。今大変だけどね、もちろんね。だから先の先まで考えないと、だって原油の価格って世界平均でなってるから、ホルムズ海峡止まったらアメリカも上がるんだよ。だから掘って掘りまくれってトランプさん言ってるんだけど、アメリカでは原油取れる輸出国なんだけど、値段って資本主義だから、ね、そこまで考えてとは思うんだけど、そういう中でちょっとこのニュースもね、気になるところなんですけども、UAE、フジャイラ製油所火災をイラン無人機の攻撃と非難、イランはこれを否定しているというニュースが入っておりますね。5月4日の夜ですね、UAE がイランからミサイル15発と無人機4機の攻撃を受けたと発表。東部フジャイラの石油関連施設で火災が発生し、インド国籍3名が負傷したということですが、一方でイランはこれの関与を全面否定。攻撃したのはアメリカだと逆に主張していると。これを受けてブレンド石油は一時$114へ急騰し、ホルムズ海峡を越えて湾岸全域に戦域が拡大する懸念が現実化している。日本にとってはかなりダメージですよ。このニュース、フジャイラから来るというか、迂回とかも含めて大事なので、UAE 大事なので、UAE ってどちらかというと、アブラハム合意側についたっていう感じなんですよ。サウジが二股で、どっちにつくんだろうねっていう怪しい動き方をしていて、で UAE はどちらかというとアメリカについてたわけですよ。で、イランが攻撃したって言ってるけど、イランはアメリカだって言ってるんでしょ？どっちでもなかったりしてね。怖い怖い。おっと、誰かが来たようだ。ガチャッいや、恐ろしい話だ。ダビデさん怖いわ。ね、いろいろ覚悟した方がいいんじゃないかなって俺は思うけどね。外れてほしい。はい。いや、本当に国際情勢いろんな動きがあってね、本当に怖いところではあるんですけれども、そんな中でですね、ちょっと経路の違うニュースなんですけど、これもちょっと怖い話ではございます。大西洋を巡航中のクルーズ船でハンタウイルスに集団感染。WHO の発表では3名が亡くなっているという。現在、大西洋を巡航中のクルーズ船の中でハンタウイルスの感染を1人確認。5人が疑いがあるということで、すでにオランダ人の夫妻とドイツ人の乗客の計3名が死亡。船内には日本人1名も乗船しているということで、ネズミ媒介の感染症が船舶内で広がる異例のケースとして警戒が強まっているということなんですけど、これなかなかちょっと興味深いところではあるんですが、いかがでしょうか？コロナの時と似てるよね。確かにちょっとクルーズ船でさ。クルーズ船でしたもんね、で日本に着いてから降りることができないっていうような状態とかがありましたけど、ちょっとなんか、親っていう、焼き回しみたいなね。焼き回し？僕、去年とかの動画で言ってると思うけど、今年感染症も怖いよっていう話をしてたと思うんですよ。ありましたね。で、感染症って、これも番になるかもしれないから、今回最後にしようか。はい、わかりました。そういうのって、火の時、火の五行が強い、今年火の馬でしょと、金の五行が強い時、過去とか見てってもらえばわかるんですけど、そういう時に結構流行するんですよ。火ってどっちかというと高熱とか心臓とかっていうような感じの意味があって、で、金の五行って肺とかだったりするんですよ。で、こういう時確かに流行りそうでしょ？確かに。で、前は2020年、21年が流行ってたじゃないですか。日本の中では、その後もなぜか世界が落ち着いてもずっと騒いでましたけど、みんな怖がりだからね。で、今年火の馬でしょ？来年火のと羊なわけですよ。火の五行が強くなってくるのは5月の22から特に強くなってきます。蛇月で、後半になると火の勢いがだんだん増してくるんで。木の絵馬で、木のと羊で、木の餌で、木のと鳥っていう感じなんで、感染症だったら嫌だなっていう感じで思ってます。なんで免疫高めていきましょうと。ビタミン D とか亜鉛とか、ビタミン C とか大事だなって個人的には思ってます。で、けど反省してないよね。多分みんなコロナ禍
ちゃんと分析してますかね。そうなんですかね。アメリカの方とかでもいろんなニュース流れてますしね。そう。だからちゃんとニュースは見た方がいいし、論文も、ジェミニあたりだと、だいぶバランスは取れてきましたよ。評価に関してはコロナ禍の時ほど偏ってない。バランスが取れて、いるかなと思うので、その辺でいろいろコロナ禍について反省した方が僕はいいと思います。政策についても、一人一人の対策についても。これ以上は言いません。はい。なるほどね。だから今生活苦になってるのはコロナ禍の政策があったからです。はい。結構大きいです。はい。結構な上と占めますと。で、またそうするんですかっていう感じで、だから自分たちが選んでいるっていうことは忘れないようにした方がいいと思います。はい。なるほどね。はい。まあね、様々な選択がございますのでね、一つの参考にしていただければと思います。はい。というわけでございまして、今週の国際情勢はこんなところでございました。さあ、ラスト、今週のエクストラのコーナーでございます。はい、こちら、5本ございますね。はい。じゃあ、早速行きましょうか。まずは、これ、なんかすごい面白いですね。イーロン・マスク対サム・アルトマン、オープン AI 裁判が改定、当人にね、とってみれば面白いなんていう話はございませんけども、イーロン・マスクがオープン AI を提訴した裁判が4月末から本格化しております。マスク氏はですね、営利化は騙し討ちで私が発案者だと主張しておりまして、法廷でもですね、AI が人類を殺す可能性という話を繰り出しているということでございます。一方で XAI、X の方がオープン AI の上流モデルを使ったという事実も認めた。共同創業者、はい、これも認めたそうです。共同創業者からは殴られると思ったという証言も飛び出しているということでございまして、いやー、すごい話ですね、これね。真逆なんだよね、この二人。真逆なんですか。なんかそんな気はする。金で木、カノとウのサム・アルトマンと木で金のイーロン・マスクと、だからなんか似てんだけど、とにかく全然違う。なるほどね。サム・アルトマンのある意味天敵みたいな感じがイーロンだし、イーロンからとっても一番うぜえなって思うような相手だなっていう国。だからスキャム・アルトマンとか言ってるでしょ。スキャム・アルトマン、そう。言ってる。だからすげえよなって思って、詐欺師って言ってるんだよね。で、お互い馬羊空母で、お互い今空母機なんですよ。いや、そうか。だから真逆すぎるので、こうなってんだなとは思いますと。で、二人とも今年、若干サム・アルトマンの方が運いいんじゃねえのとは思う。ということはっていう感じだよね。だけど、長い目で見ると、イーロン・マスクは結構ずっといいし、っていう感じだよね。なるほどね。長い目で見ると。ただ、イーロンの中で未来になって、こうしとけばよかったなって思うのは、47くらいから56の間なんです。今だよね。今か。で、今年来年の立ち回りは結構いろいろこうしとけばよかったってなっちゃいそうな気がするから、でサム・アルトマンが落ちるのは逆に28年あたりからちょっと雲行き怪しくなってくるんですよ。長い目で見ると2人ともずっといいので、はい、収まるといいねとは思う。そうですね。お互いに早めに決着をしないとオープン AI 危ないよとは思う。来年の半ばあたりまでに全部決着。向こうの裁判ってどんな感じなのかね。どうなんですかね。早い時は早い気もしますけどね。早めに決着つけちゃった方がアルトマン的にはいいかなと。イーロンとしてはこのイーロンも C567 がいいのかな。なるほどね。なんで注目しています。はい。ライバルとしてね、切磋琢磨していってくださいと。確かにイーロンの言ってることの方が僕は共感するというところでございますね。そんな中でございますけども、オープン AI チャット GPT の 5.5、最新モデルでございますけども、こちらがネットワークの完全乗っ取りを自律実行したというニュースがございまして、イギリス AI 安全研究所、通称 AISI、こちらがオープン AI の最新モデル GPT5.5 が偵察から完全乗っ取りまでの32ステップのサイバー攻撃を自律完遂したと公表。熟練者で約20時間程度の作業を独力でこなし、アンスロピックのミトスに続く2例目になったということで、ちょっと攻撃 AI の実用域到達が現実味を帯びてきたというニュースが入ってるんですけども、これもうやばいですね。だからどうなんだろうね。せっかくミトスは閉じたでしょ。閉じました。で、計算量がたくさん莫大になるから、その計算資源がないよっていうのもあると思うんですよ。だけど閉じてるじゃないですか。で、クロードオーパス 4.7 不安定って言われてるんだけど、あれミトスのコードの部分をちょっと下げてるような、だからそのハッキング能力みたいな下げてるようなモデルでしょ。そこのコードのベンチがめっちゃ高いんですよ、5.5 って。だから負けたくないのかなっていうか、今ばらまかれてるけど大丈夫なのかなって僕はドキドキしてます。もうみんな使えるから 5.5 って。すごいですよ 5.5。これだけで完結できるんじゃないかなくらいに、アンソロピックが有利だったところをちょっと一気に
盛り返したなっていう。で、コーデックスとかもすごいしって思ってるんですけど、大丈夫かしらと。ね、ミトスでみんな慌ててるけど、いや、もう 5.5 出てますみたいな感じかな。いや、そんな中 5.5 だけじゃないぞというところなんですけども、マンソロピックのダリオ・アモディ氏が、中国は半年でミュトスに追いつくと警戒してるっていう発言をしたということで、中国の AI が6ヶ月から12ヶ月で同社の最新モデルミュトスの水準に到達するという見方を示しているということでございまして、アメリカ政権がね、ミュトスへの政府アクセス拡大を求めており、AI 覇権競争の時間軸が圧縮されている現実が改めて浮き彫りになりました。いうことなんですよね。だからもうそこだけじゃねえぞというような流れが来ている中で、これもう一本のニュース、アメリカ政府新 AI モデルを事前審査へと、アメリカの商務省の AI 標準イノベーションセンターは5月5日、マイクロソフト、Google、XAI などの大手と合意し、AI モデルの一般公開前に能力と国家安全保障上のリスクを評価する仕組みを導入すると発表。その方がいいよね。これはそうですね。やっぱりトランプ政権が規制緩和路線から方針転換を示していて、サイバー攻撃や悪用への警戒が背景にあるということではあるんです。いや、けどもう 5.5 出ちゃってんだよ。そうなんですよ。この中でそう。いや、5.5 出ちゃってるよなっていう。そうなんだよなと思って。だから最後くらいいいモデルだと僕は思ってます、5.5 はね。設計思想はアンソロピックの方が好きだけど、いやーね、これシンギュラリティじゃないけど、もう来ちゃったなっていう感じはしますね。やっぱり、ピンとこないかもしれないけど、なんとなく出てくるサービス、AI でこんなことできるみたいなのがどんどん激しくなっていって時代変えていくと思うんで、双子座に天王星も入ったし、風の時代は修羅の時代ですぞと。もうそう確かにね、ずっと言ってますけどね。そう。自由だ。個人だってね。自由だ、個人だって言ってるけど、手に持ってるのは槍とか、銃とか、鎌倉時代とかね、そういう話はずっとしますからね。そう、してる。逃げ上手の若君の世界観とか、鎌倉武士とか、なんか時代の時代劇とか、なんか大河ドラマとか昔のやつとか見てみたらいいんじゃないかなとは思いますね。AI を通じてのそんなことが広まってるというふうにご理解いただくと分かりやすいかなと思いますけどね。みんなの手元に爆弾あるよ。怖いこと言ってる。そんなお話をしておりますけれども、最後がですね、ちょっと変わったニュースでございます。ネバダ州で16回の連続地震、エリア51と近接でネット騒然ということでございまして、4月29日、アメリカネバダ州南部でマグニチュード 4.4 の地震と15回の余震、計16回が発生し、2日間で計17回に達したと。震源がアメリカ軍の極秘施設、エリア51。これね、もうワクワクしちゃいますけども、ここに近かったということで SNS では陰謀論が拡散。当局としてはですね、天然の先発、浅い、地震ですよというふうに説明しているんですが、過去に観測例の少ない領域で、科学者の関心も集めているということなんですけど、やっぱエリア51って聞いちゃうと、あれ八尾さん出てくるよね。もう八尾さんが見に行きますよ、これ。じゃ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 ーん。ね、本当に。なんか、都市伝説が都市伝説じゃなくなりそうな感じで、今年ね、スティーブン・スピルバーグ監督のディスクロージャーデーだっけ、チャズ先生がね、紹介してたけど、いやー、宇宙人いるのかなとか、もう、いるって勘違いさせるプロパガンダがあったとしても楽しいなって思ってます。これがね、何のつもりかはちょっとわかんないですけど。わかんないですけど、いるのかいないのかわかんないですけど。もうそんなプロパガンダが始まったらもうお手上げみたいには思いますけどね。確かにね、言うて僕もそうですし、水森さんもそうですけど、オカルトね。割と好きだけど面白いよね。ね。これちょっとね、どうなのかわかんないですけど、ワクワクはちょっとしちゃいますね。夏何があるんだろうね。大変だけど新しい時代が始まるんだろうね。そうですね。新時代がどんな風になっていくのかっていう意味で言うんだったら、そこはちょっと少しは期待したいところかなとは思いますけどね。というわけでございまして、今週のエクストラニュース5本お届けさせていただきました。はい。さあ、ということでございまして、エンディングでございます。いや、今週もなかなかね、いろんなニュースが飛び交っておりましたけれども、いかがでしたか？いろいろあったけど、ちょっと突っ込みすぎたかね。わかんないけど、嫌なことも言ってると思うけど、これから起こる嫌なことは全部外れてほしいと思ってます。だし、ちゃんと対策取っといてほしいかなくらいの感じなんですよ。で、そんな感じにしか思ってないですと。で、お知らせいこうか。行きましょうか。はい。今月のお知らせでございますけれども、5月の24日。また、チャズ先生と加納ココ先生と魔術のお話第2弾ということで、錦糸町の怪談バーガーリックマネーカモさんの方でやらせていただきます。申し込みフォーム概要欄に貼っておきますので、ぜひ来てください。はい。まだ全然空いてると思います。はい。はい。あとはおいおい、いろんなこと出てくると思うので、配信していきますんでよろしくお願いいたします。それと、結構
も突っ込んで今日も言ってるけど、言えない話とか、それから実際の鑑定みたいな、ライブ配信とかでメンバーシップの方優先でやってるので、メンバーシップに入るとちょっといいことあるかもよと。皆さん、ぜひメンバーシップの方も応援よろしくお願いいたします。引き続きよろしくお願いいたします。ということでございまして、占いと時事、今週はこんなところでございますかね。引き続き応援のほどお願いいたします。というわけでチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。コメントも全部読んでるので、引き続き応援よろしくお願いいたします。以上、水森太陽でした。またね。あと草薙くん。は